はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、奥里です。今日はですね、富士フィルムが新たに投入した約1億画素の中盤コンパクトデジタルカメラ、富士フィルム GFX100RF のお話になります。これはね、もう発表された瞬間に欲しいってなったんですけど、僕すでにね、コンデジは X100V とか、あとはライカ Q3 の他にも、ちょこちょこ持ってて、で、焦点距離がね、このフルサイズ換算すると、ライカ Q3 の、28mm と被っていたので、こいつのお値段が、83万円っていう、高級品なだけに、ちょっと冷静になって検討しようと思っていたらですね、今回富士フィルムさんからこちらお借りすることができました。で、実際に、使ってみてね、すごく良かったんですけど、かなりね、ニッチなカメラで、正直ね、価格帯からも、万人におすすめできるカメラではないかなと。なので今日はね、そのあたりも含めて、皆さんにね、こいつをご紹介していければなというふうに思います。じゃあまずは、デザインからなんですけど、外観は X100 シリーズを、大型化したような見た目で、上下面ダイヤル類に至るまで金属の削り出しのパーツが使われていて、非常にね高級感のある仕上がりとなってます。重量はバッテリー込みで約 735g となっていて、こっちのね X100V が約 478g なので、コンデジっていうカテゴリーとしてはかなり重たい方かなと思います。またコンデジなんでね、やっぱこうグリップっていうグリップがもうほとんどないに等しいんですけれども、でもちょっとやっぱね背がこう高いので、小指がねちゃんとこう引っかかるので、持ちにくいっていうことはないんですけれども、いろいろこう操作系がね右側に集中しているっていうのと、あとはね重さもあるので、こうやってね両手でしっかり、構えてね撮影するような、カメラかなというふうに思います。そしてねこの 100RF の RF からレンジファインダーをね、想起するんですけれど、こいつはね、X100 シリーズにはあった OVF はなくて EVF のみとなっています。そこはね、ちょっと正直残念だなと。ただ、この EVF は約ね、576万ドット、100fps なので、非常に撮影時見やすくなってます。また同様にね X100 シリーズにはあったこうボディ前面のねフラッシュっていうのも、今回こちらでは非搭載となってます。なのでね正面から見るとかなりすっきりとしたこうフロントデザインになっていて、ミニマルといえばミニマルなんですけれども、X100 シリーズほどの、クラシックなね印象はこう前から見ると、少し薄くなっているのかなというふうにね思います。で次にねレンズは 35mmF4 となっていて、フルサイズ換算約 28mmF3.2 相当の、固定式のレンズになってます。最初にね GFX100RF を見た時にこんな小さいレンズで中盤1億画素のセンサーを本当に活かしきれるのかってちょっと思ったんですけど、実際に使ってみると F4 開放でも予想以上にね周辺までしっかり改造している印象でした。で F5.6 から F8 あたりまで絞ると、さらにねコーナーまでね均質な画質となり、GFX らしいね、高解像高ダイナミックレンジを生かした撮影が可能となってます。でもただね広角かつ F4 なので、いわゆるこう中盤ならではの大きなボケっていうのを得ることはね、ちょっと難しいので、ボケ重視のユーザーの方にはやっぱりそこは物足りなく感じてしまうと思います。でそしてねハッセルブラッドのようにレンズシャッター方式となっているので、最大4000分の1秒でフラッシュ同調が可能となってます。そしてね4段分の内蔵 ND も搭載していて、強いねこう日差しの時の撮影なんかには非常に便利なんですけれども、逆に暗所での撮影はというと、やっぱり F4 っていうのと、あとねボディ内手ブレ補正が非搭載になっているので、ちょっとねシャッタースピードを上げた場合に少し不安があるのと、あとやっぱ高感度撮影にはなりやすいですね。最短撮影距離は、約 20cm 程度と、比較的寄れます。ただライカの Q3 のマクロモードが 17cm なので、ここはちょっとね一歩及ばずといった感じではあるんですけど、でもそこはねこいつ1億画素ですから、
全然余裕でカバーできる範囲かなと思いますね。そしたらね、次にちょっとこのボディの部分を細かく見ていく前にですね、ちょっとだけ本日のスポンサーであるアートリストに新機能がね、先日追加されたので、簡単にちょっとそちらを紹介させていただければなと思います。映像クリエイターの方にはおなじみのね、個人商用問わず音楽やサウンドエフェクト、ストックフッテージやアニメーションテンプレートなど動画制作に必要な様々なアセットが使い放題となるアートリストについにですね、生成 AI の機能が追加されました。この機能、使い方も非常に簡単で、この下にあるですね、スタイルカタログから好みのスタイルを選択して、で、この入力欄にざっくりどんなイメージが欲しいのかっていうのをテキストで入力します。そしてこのエンハンスっていうボタンを押すと、選択したスタイルに合わせて、本当ざっくり投げたね、指示を、AI が理解しやすいような文章にしっかりとね、書き換えてくれます。そしてアスペクト比と生成したい画像の枚数を選んだら、このジェネレートボタンを押せば、ほんのね、ものの数秒で画像が出来上がります。で、結果に満足したら、このままダウンロードして使用することもできるし、アップスケールしてよりね、高解像度の画像を手に入れることもできます。そしてね、生成した写真を動画に変換するっていうこともできます。試しにね、生成したこの画像を動画にしてみたんですけれども、どうですかね、これ。この波の感じとかね、むちゃくちゃリアルですよね。これだったら結構いろんなね、ところで、ストックフッテージのようにね、使うことができるんじゃないかなというふうに思います。で、映像に関しては現在最長10秒のものを生成できて、最大解像度はフル HD までとなってます。はい。というわけで、アートリストにまだ契約していない方、今回の生成 AI 機能が気になるという方はですね、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてほしいなと思います。そのリンク経由でサブスクに登録すると、1ヶ月間無料でお得に始めることができます。というわけで、以上本日のスポンサーであるアートリストと、その新機能のご紹介でした。じゃあね、早速、ちょっとこの GFX100RF の、操作系なんかをね、見ていきたいなというふうに思います。で、こいつはね、やっぱり X100 シリーズに似ている部分と、100RF の独自要素っていうのが混在しているんですけれども、まずね、このカメラ上部を見ていくと、ここはほとんど X100 シリーズとレイアウトは一緒で、シャッターボタンとその周囲に電源スイッチがあり、シャッタースピードダイヤル、露出補正ダイヤル、で、あとはファンクションボタンも備わってます。次にダイヤルがね、前後に備わっているっていうのも同様なんですけれども、押し込めるのはね、背面だけになってますね。で、このダイヤル自体は大型化しているのと、あとね、ダイヤル自体が重くなっているので、このね、X100 を使ってた時に、ちょっと構えた時にね、この指がダイヤルに触れると、意図せずね、ちょっと回しちゃうなんていうことがあったんですけど、そういったこともこいつはなくなってます。そしてね、この前ダイヤルの下に新たに追加されたのが、デジタルテレコン用のレバーで、こいつを倒すことで、45mm だったり 63mm、あと 80mm 相当の焦点距離に瞬時に切り替えることができます。これはね、本当めちゃくちゃいいです。ローで撮影した場合、切り捨てるんじゃなくて、後から元に戻すっていうこともちゃんとできます。テレコン使用時にこの設定を黒にしておくと、撮影範囲が画面全体に引き伸ばされるので、非常にね、構図がね、撮りやすいんですよ。で、どういうことかっていうとね、これが僕のこのライカ Q3 の最大の不満点なんですよね。で、こいつもね、同じようなテレコン機能はついてるんですけれども、こいつはクロップ範囲が表示されるだけなので、例えば90mm まで倍率を上げると、もうね、ほとんど何が映ってるのかわからなくて、こいつも、一応6000万画素の高解像度カメラとしてね、このテレコンは結構な売り機能のはずなんですけれども、もう完全に機能として死んじゃってるんですよね。それを期待して僕こいつを買ったみたいなところがあったんですけれども、そこに関しては圧倒的にね、この GFX100RF の方が撮影しやすかったですね。で、このね、テレコンスイッチの隣にあるのが、2つ目のファンクションボタンと、レバーがあって、
こいつはね、左右に軽くちょんって倒すのと、あと長めに倒すことで計4つの機能を割り当てることができます。 100RF 自体ね、パッと見なんかファンクションボタンって結構少なく見えるんですけれども、実はねかなりカスタマイズ性が高くて使いやすいっていうのもこの 100RF のいいところかなというふうに思いました。でその他のボタンは、レイアウト的にはこう微妙にこう変わってるところはあるんですけれども、こっちのね、X100V とほとんど変わらないかなっていう感じですね。ただこのジョイスティックがね、大型化したことで、フォーカスポイントの移動っていうのは非常にねしやすくなってるかなというふうに思いました。そして最後に、新たに搭載されたこのアスペクト比ダイヤルで、このダイヤルを回してこれらのね、アスペクト比に切り替えることができます。で僕はねパノラマ写真のようなアスペクト比がすごい好きなので、これは嬉しいですね。同じ中盤のハッセルブラッド X2D にも、似たような機能はあるんですけれども、やっぱりねすぐ切り替えられると、使う頻度も増えてねすごい楽しいですね。でね、もちろん動画を撮影することもできるんですけれども、ただしね動画のスペックとしては、4K30p までだったりと、画質自体はすごくいいんですけれども、あくまでもう本当記録用というか、本気で動画を撮るようなカメラではこいつはないですね。あと目玉のクロップ機能っていうのも、ちょっと動画では使えないっていうのも、これは少し残念かなというふうに思いましたね。このクロップで縦構図とかも作れるんで、だったらもうファームウェアアップデートとかでねアップデートしてくれたらすぐに SNS とかに、公開してシェアすることもできるんで、非常にいいかなというふうに思いますね。というわけで、最後にね、僕の、今回使用してみた感想なんですけれども、中盤の1億画素とか16ビットローが必要なフォトグラファーって、かなり限られているっていうところを、この高画素のクロップ体制を生かしたね、遊びに落とし込んでるところはもうさすがフィルムシミュレーションとか、こういったクラシックな操作体系で写真を撮る楽しさっていうのをフォトグラファーにこうもたらした富士フィルムならではかなと思いましたね。でテレコンを使って 45mm、63mm、80mm 相当にクロップしても、十分な画素が残りますし、何よりね中盤のレンズってめちゃめちゃこうでかいので、それを数本持ち運ばなくていいっていうんですから、これは本当気軽にスナップしたい人とか、あとはもう登山とかキャンプとか、カメラ以外の荷物が非常に多いシーンだったり、子育て中で子供を抱っこしながら撮影に臨まないといけないっていうカメラマンには本当にね手軽で嬉しいんじゃないかなというふうに思います。ただ僕が直近 GFX の 100S2 で 55mmF1.7 のレンズで遊んでいたっていうのもあるんだと思うんですけれども、いや 100S2 でねこう感じたような浅い社会深度がもたらす立体感とか、空気感っていう、その中盤ならではの魅力っていうのは少し薄れちゃったかなと。逆にそんな派手な背景ボケがなくても、構図力や1枚の写真にこう物語とか情景っていうのをうまく俺は収められるぜっていうこのコンパクトさを生かして撮影旅とかに本当に頻繁に出かけるもうクロートフォトグラファーの人にとっては最高の一台なんじゃないかなというふうに思います。あとはやっぱりこのカメラに83万円っていう価値を見出せるかもうどうか、もうそこにつきますね。中盤なので値段がするっていうのはわかるんですけれども、高い金額を払ってこう中盤センサーの恩恵をしっかりと享受したいっていうことであれば、もうほんと素直にGFX の 100S2 とかあっちを選んだ方がいいと思います。こいつが中盤センサーを搭載してるっていうことを、無視すればぶっちゃけ、こっちの X100 シリーズと、そこまで変わらないなという風な感じで、それで価格差は数十万円あるし、83万円出せばもっとね 8K の動画とか、超高速連写とか、尖った機能が満載の各社のフラッグシップミラーレス機だって大体買えますからね。なのでこれをおすすめするなら本当、さっきも言った通りもう F4 でもう1億画素を生かしきれるもうクロートフォトグラファーか、デジタルテレコンとかクロップ機能に追加で数十万円の価値を俺は見出せるっていう人だったり、もうあとは本当にもう潔くね
この見た目のカメラをもう首からぶら下げられるんだったら俺は83万円出せるぜってもう言い切れる人かなというふうに思いましたね。そうじゃなければ、本当は素直にこっちのね、X100 シリーズを買う方が、ハッピーになれるんじゃないかなというふうにね、思いました。はい、というわけで以上がこの GFX100RF の僕のレビューになります。新しいね、やっぱりカテゴリーのカメラなので気になってたっていう人も多いんじゃないかなと思うんですが、この動画がですね、皆さんの参考になれば、幸いでございます。ということで、それでは皆さんまた、次の動画でお会いしましょう。ピース。